どうも皆さんこんにちは、原カンタです。先日アップしたアフリカはなぜいつまでも貧しいのかという動画で奴隷貿易の歴史や構造的な背景を解説しました。大きな反響があった一方、コメント欄の反応を見ていると、ある種の偏見に満ちた言葉もいくつか書き込まれています。例えば、アフリカ人の民度が低いからだ。彼らは IQ が低いから発展しない。行動原理が動物に近いから仕方ない。といった内容です。私がアフリカに関する発信を続けてきたこの10年間、こうした自己責任論や人種差別的なコメントは何百回、何千回と目にしてきました。今の SNS 空間にはこうした言葉が日常的に溢れています。しかし皆さん、果たしてこれは現代のネット社会だからこそ生まれた意見なのでしょうか。実はアフリカ人は生まれつき知能が劣っている、彼らは遅れているといった言説は今から500年前の奴隷貿易の時代に作られたプロパガンダを私たちが無意識に反復しているに過ぎません。今回の動画ではなぜ現代においてもアフリカ人は劣っているという言説が絶えないのか、その根源的な理由を歴史から紐解いていきます。現代の私たちが無意識にとらわれている思考の罠に気づくための重要な内容になっているので、ぜひ最後までご覧ください。15世紀半ば以降、ポルトガルなどのヨーロッパ勢力が西アフリカの沿岸に進出して以降、大西洋をまたぐ大規模な奴隷貿易が拡大していきました。ヨーロッパの商人たちは沿岸の交易拠点で現地の支配者や仲介者と取引し、重機や弾薬、布や酒と引き換えに奴隷を購入しました。この奴隷貿易では約1250万人のアフリカ人が奴隷船に乗せられ、そのうち約1070万人が大西洋横断を生き延びてアメリカ大陸側に到着したと推計されています。つまり航海中だけでも約180万人が命を落としました。しかし大規模な奴隷貿易による被害はこの数字だけにとどまりません。奴隷狩りに伴う戦争や飢餓、そして地域社会の破壊によってアフリカに大きな悪影響を残しました。奴隷貿易がアフリカ社会に与えた損害は船に乗せられた人数だけでは到底測れない凄まじい規模のものだったんです。この奴隷貿易がアフリカにどのような影響を与えたのかについては先日アップした動画で詳しく解説しているので、合わせてチェックしてみてください。奴隷船に乗せられた人々は首や足に鎖をつながれ、まるで家畜を輸送するかのようにして全裸で詰め込まれました。不潔極まりない船内では伝染病に感染する人も多く、病気を移さないように生きたまま海に放り込まれた人もいます。そして生き残った人々も到着先のアメリカ大陸や西インド諸島で家畜のように扱われ、来る日も来る日も過酷な強制労働を強いられました。この人類史上最悪の取引とさえ呼ばれた奴隷貿易は19世紀まで続くことになります。ここで一つの大きな疑問が生まれます。現代の私たちから見ればあまりにも非人道的なこの行為を当時のヨーロッパ人たちは一体何を根拠に正当化していたんでしょうか。奴隷貿易が全盛期を迎えた18世紀はヨーロッパでは啓蒙時代と呼ばれていました。人間の理性や自由といった理念が盛んに語られるようになった時代です。当時のヨーロッパ人たちが主張していたものを自由と平等とするならば、アフリカ人奴隷の現実は不自由と不平等であり、全くの対極にあります。もし当時のヨーロッパ人たちがアフリカ人を自分たちと同じ権利を持つ人間だと認めてしまえば、自由を語りながら人を売買するという矛盾があまりにも露骨になってしまいます。この矛盾を覆い隠すために当時のヨーロッパ人たちが必要とした概念こそが文明人と野蛮人というイデオロギーでした。つまりキリスト教徒であり文明人であるヨーロッパ人は野蛮なアフリカ人とは同じではないと、彼らを同じ人間の枠組みの外側に置く言説を作ったんです。同じ人間ではないなら支配することも奴隷として扱うことも正当化できる。むしろ野蛮で遅れたアフリカ人を文明化してやっているのだとすら考えました。こうした白人であるヨーロッパ人こそが進んでおり、黒人であるアフリカ人は遅れているという言説は当時の名だたる知識人や科学者たちの間でも語られました。例えば当時イギリスによる奴隷貿易を独占していた王立アフリカ会社で外科医を務めていたジェームズ・ハウストンは初めてアフリカを訪れた時の印象をこのように記しています。黒人の習慣は同じこの地で仲良く暮らしている生き物にそっくりである。つまり猿だ。また分類学の父と称される生物学者のカール・フォン・リンネは人類を大陸別に分類した際、アフリカ人に対して怠惰や不注意といった科学的根拠のないネガティブな評価を書き込みました。さらに
アメリカ独立宣言の起草者の一人であるトーマス・ジェファーソンでさえ、黒人は白人より理性の面で劣るのではないかという偏見を語っていました。自由を掲げた時代の裏にはこうした深い矛盾があったのです。その後、18世紀後半から19世紀にかけては骨相学や頭蓋計測といった疑似科学が広まりました。頭蓋骨や脳の大きさから知能を測れるかのように装い、アフリカ人は生まれつき知能が劣っているという都合の良い人種的序列が科学の名を借りて作られていったんです。アフリカの歴史を学ぶと、人種差別があったから奴隷貿易が起きたと考える人がいます。しかし歴史の事実は逆です。人種差別があったから奴隷貿易が起きたのではなく、奴隷貿易を正当化するために後から人種差別というイデオロギーが都合よく発明されたんです。では、そこまでして正当化しなければならなかった奴隷貿易の真の目的とは一体何だったのか。実はその目的自体は非常にシンプルでした。奴隷貿易の真の目的とは何かの前にお知らせを挟ませてください。私、原寛太は世界を無視しない大人になるためにという本を自費出版しています。私自身がアフリカでの活動を始めた原点について書いた一冊です。興味のある方はぜひ動画下のショップからお買い求めください。一冊700円です。また全国各地で講演会も行っています。国際協力や社会貢献をテーマに原寛太の講演会にご関心のある企業や教育機関の皆様、少しでも興味がございましたら概要欄のリンクからお気軽にお問い合わせください。文明人と野蛮人というイデオロギーを作ってまで正当化しなければならなかった奴隷貿易の真の目的、それは莫大な経済的利益を得るためでした。この時代、ヨーロッパの国々は南北アメリカ大陸や西インド諸島で広大なプランテーション農園を経営したり、金や銀の採掘を始めたりしていました。当初はアメリカ大陸の先住民たちも強制労働に動員されましたが、過酷な労働やヨーロッパ人が持ち込んだ感染症によって先住民の人口は激減してしまいます。そこでヨーロッパの商人たちが目をつけたのが、遠く離れたアフリカ大陸からの労働力の輸入です。アフリカで調達した人々をアメリカ大陸や西インド諸島に売り渡し、強制労働によって砂糖や綿花、タバコなどヨーロッパで高く売れるものを生産させる。そしてその生産物をヨーロッパに持ち帰ることで利益を上げる仕組みを作りました。これが通称三角貿易です。このシステムで富を生み出すために絶対に欠かせなかったものが、どれだけ働かせても賃金を払う必要のない無償の労働力、つまり奴隷でした。自分たちが儲かる利益のシステムが先にあり、その非人道性を自分たちの良心や社会に対して言い訳するために、彼らは野蛮人で知能が低いという人種差別のイデオロギーが都合よく体系化されていったというのが歴史の真実です。さて、ここまで過去の歴史を振り返ってきましたが、皆さんはもうお気づきでしょうか。数百年前の奴隷商人や知識人たちが使っていたアフリカ人は本能のままに生きる野蛮人だ、生まれつき怠惰で知能が劣っているといった言説、これは冒頭で紹介した現代の YouTube のコメント欄や SNS で飛び交うアフリカ人は生まれつき知能が劣っている、民度が低いから発展しないといった言葉とどこか重なる部分がないではないでしょうか。どこか重なる部分がないでしょうか。もちろん IQ という言葉自体は近代に作られたものですし、現代の SNS でコメントをしている人たちが奴隷貿易を正当化しようとしているわけではありません。しかし当時のヨーロッパ人たちが自分たちの都合のいいように作り上げたアフリカ人は遅れているという強力なプロパガンダは、時代を超えて私たちがアフリカを見る目を知らず知らずのうちに歪めているのではないでしょうか。現代のアフリカが抱える貧困や紛争といった課題の背景には、前回の動画で解説したように不平等な国際経済のシステムや植民地支配によって引かれた不自然な国境線、冷戦時代の東西陣営の日和見的な支援など、非常に複雑な事情が絡み合っています。これらを一つ一つ紐解いて理解するのは非常にエネルギーのいる大変な作業です。だからこそアフリカが貧しいのは彼らの民度が低いからだなどと相手の資質の問題にしてしまう方がシンプルで楽なのではないでしょうか。もしかすると私たちは複雑な現実と向き合うことを放棄し、分かりやすいレッテル張りに逃げてしまっているのかもしれません。
こでコメント欄でもよく指摘されタブー視されがちな IQ の格差についても触れておきます。実際のところ一部の国際比較データにおいては先進国に比べてアフリカ諸国の平均 IQ が低く出ることがあるのは事実です。こうしたデータがあるからこそやはり能力に差があるからだと思ってしまう人がいるのも理解できます。しかしそのデータそのものに多くの専門家からは疑問の声が上がっています。 IQ テストという測り方そのものに文化的な偏りはないか、サンプルの取り方は適切か、幼少期の栄養状態や教育環境、さらにはマラリアなどの感染症が脳の発達に与える影響など後天的な環境要因がどれほど関わっているのか、こうした様々な背景を無視して表面的な数字だけを生まれつきの能力差と結論付けるのは非常に危険です。この世界の IQ 格差というテーマは非常に複雑でセンシティブですが、目を背けずに事実ベースで考えるべき重要な問題だとは思います。もし興味がある方がいればまた別の動画でしっかりと深掘りして解説しようと思いますので、ぜひコメント欄で教えてください。重要なのはネット上の解像度の低い言葉や表面的な数字だけをそのまま鵜呑みにしないことです。誰かが作った野蛮人や民度が低いといったレッテルを貼り続ける限り思考はそこで停止してしまいます。偏見や思い込みを捨て歴史の裏側にある意図を知ること、白黒簡単にはつけられない複雑な現実を複雑なまま受け止めようと努力すること、それこそが世界を正しく見るための第一歩であり、過去の歴史から私たちが学ぶべき最大の教訓ではないでしょうか。今回の動画を見て皆さんはどう感じましたか？アフリカ人は民度が低いといった現代のネット上の言説と過去の奴隷貿易を正当化した歴史のつながりについて、ぜひ皆さんの率直な意見や考えをコメント欄で聞かせてください。また私が運営するオンラインサロンシナジーでもアフリカ関連の勉強会をたびたび実施しています。アフリカの視点に立って歴史や世界情勢を見てみると、この世界がどのように成り立っているのか、新しい視点を持つことが可能になるはずです。少しでも興味がある方はぜひ概要欄から公式ホームページをご覧ください。原監督のチャンネルでは他のメディアでは知ることが難しい世界の問題を分かりやすく解説しています。データや事実をもとに世界を正しく見る習慣づくりをサポートさせていただきますので、これからも一緒に学んでくださる方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということで今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。